GR ヤリスをはじめとする GR 車専用ラインとしてトヨタ元町工場に作られた GR ファクトリー。2020年8月の GR ヤリスラインオフの際にその驚愕のラインをじっくり見てきたので、ここで紹介したいと思います。これがボディ工場です。はい、ここから中に入っていきます。シェル方式という工法です。このジグが中に入っていきます。このジグと AGV ですね。配置は人を1番、設備を2番ということになっています。人の作業作業のしやすさを一番に考えています。匠の人たちですね。そしてその周りに設備が配置されています。生産量の変動にも柔軟に対処しやすいということになっています。スポット溶接で組んでいくのが基本のこのボディ工場です。はい、ここは 100% 自動化されています。ところがここでは、手打ちのスポット溶接工程が入っています。打点数は1台で3300もあると。そしてそのうち250打点が手で行われています。ロボットで打たせるのにも、姿勢は、人間が教えると。その人間が教える方がのではなくて、人間が、きちんとね、その本来打つべき場所をちゃんと知らなければいけないというところで、人を育成する意味もあるんでしょうね。はい、手で気持ちを込めるという意味もあると。そして溶接だけでは合成が上げられないので、接着剤ですね、構造用接着剤も使っています。市販のヤリスに比べると11メーター多く、接着剤を使っているということですね。はい、これもシーラーをロボットじゃなくて人の手で、塗ってるというんですね。はい、ここがまさに、手で接着剤を塗っているところですね。これちょっとタガネを用いないで超音波測定で溶接の接着具合をチェックするという工程もありますね。これですね。あたり14秒かかっているのは、これはね、いつか自動化したいということで、今試みている途中ということです。このセル方式は生産の、台数の増減に柔軟に対応できると。そしてラインナップの追加にも、新しい車を、導入するときにも計画から、早いリードタイムで導入が可能になると。すごく、フレキシブルなラインだということですね。
接着ですね、これがね。はい。接着剤は冬と夏で粘性が変わったりするので非常に扱いにくいというところで、これをね、人の手の方が品質が出しやすいということが分かっているそうです。ロボットが確実的にやるんじゃなくて、きちんと人が勘どころでやるということですね。まさに匠の技ということですね。これが進めば自動化などもきちんと人間が教え込むことができるというところで、人づくりにもつながるということですね。はい、溶接工程ですね。たくさんのガンを使うのではなくて、並べておくのではなくて、ヘッドを変えてやってますね。ここ1工程なんですね。これ品質の安定にもとてもつながっているのかなというふうに思いますね。ちなみにここでは300点近くの打点を打っているそうです。それをこの一つの工程で打つということで高い品質が確保できる、つまり、高い精度のボディができるということですね。はい、続いてアンダーボディが入ってきましたね。今後車の数が増えていったりすると、ロボットの数というかヘッドの数もそれに応じて増えていくようなことはあるということですが、この一つの工程の中で、しっかりとこなすというのが一つのポイントということのようです。はい、ボディがつきました。サイドパネルがつきましたね。なんか車になった瞬間みたいな感じですね。シャシだけだったのがね。4台のロボットでピンを保持して、そして4台のロボットで打点を打っていくということですね。ここが本当に、ボディの精度を決める大きな重要な工程だということですね。この土台がダメなら本当にダメというかね、ここがしっかり決まればできるということですね。ここに見えてきた溶接のナゲット系をレーザーで計測できる装置というのがここに入っていると、よく見えませんが溶接打点の精度を確認できるそうです。手作業と、匠の技とこういうハイテクを両立させるのがこの工場、パイロット的な工場ということですね。そしてインライン計測器、ボディのデータを完全に測定しようというものですね。すごい。ドアーム、アクスルなどの足回りの取り付けの部分を全部測定していると。
ばらつきを組み立ての工程に送ってマッチングさせると、だからそのアクセルセンターのズレをなくする、ゼロにするように組むと、各車体ごとの、一つずつある誤差に合わせて組み方の方で調整すると、それをデータできっちりやるということですね。まさにこれですね。これが計測ですね。そしてここを曲がると、これが最終の組み立てですね。ボディに関してはね、ボディなど、ドアなどを組み立てていって立て付け精度、そしてライトのところで、ボディの、母光とかね、そういうものの面の保証をすると。この後塗装のラインに行くことになりますね。このドアの取り付けや精度の保証が全部ね、またこれも人の手で行われているわけですね。上からぶら下がってる搬送機などがないですね。部品運ぶのが全部 AGV で行われていると、自動で走るロボットですね。壁が黒いですね。そして床が白いGR っぽいですが、そういう意味ではなくて設備が見やすくなるというところだということです。床が白いのと、明るさで作業者としても作業がしやすいと、人に対して優しい工場ということですね。扉が赤いと、これは、GR だからだそうです。手で運んでますね。吊り下げじゃなくてこうやって運んでることでフレキシブルにできるということですね。オレンジは光の波長が長くて傷が見やすいんだそうです。ただしそれは日本人の目にはという話だそうですね。ここ塗装のところというのはクラウンやミライ LC などと同じ工程に入ると、このオレンジのところを越えていくと塗装ブースがあると、塗装だけは GR 専用ラインではなくて他の車と同じように流れるということですね。ちなみにここは元メッキ工場だったそうです。あとは足回りの塗装などが行われていたところだといいます。こちらの工程、タクトは9分だそうです。ここは日当たり100台を作ると。で生産時間から逆算すると540秒で1台の車ができなければいけないと。で一つのタクトの中でいくつも仕事を重ねてやると。工程で5個6個やらないとそのタクトタイムはこなせないと。でそれをやるためにはこのセル方式が有効だということなんですね。ボディ工程は75名50工程だそうです。50人が実作業に従事しているという形になるそうです。それが昼と夜に分かれていますので合計100名がいるということです。6時半から3時までと、昼からというその
つの工程に分かれているそうです。よりではなく、組み立て家は284名、両方の直路で、まずボディが130名、奥のシャッターから塗装が終わったボディが入ってきます。ハンガーもコンベアもないことに気づきますでしょうか。まさにこの AGV で、これですね、AGV で全てを運ぶ形になっています。量の変動に対するフレキシビリティが非常に高いと。で、どんな車でもいろんな車種でも対応しやすいですね。組み付け順序を走りにこだわった工程の再現ということで、こだわったというのが今回の、この組み付け工程の目玉ということです。通常はオーバーハンガーは吊っていくんですが、変周変動への対応ということで、今回は AGV を使う。そしてこの二重リフトですね。二重リフトがラインの中にある。これ確かに工場では珍しいですよね。本来はここに車が詰まっているということですね。今ちょっとね、今日はラインオフ式だったのでちょっとないんですけども、堤や高岡は1分のラインなので、今回ね、ここのラインは540秒で1タクトなので、手ぶらにこれが、この作業を完結することができて、後の工程に送ることができると。まずはここはね、足回りを踏みつける前の前処理のところだそうです。ワイヤーハーネスや内装部品と組み付けるところですね。ドアレス工法も採用します。これトヨタ多いですよね。ドアは外して組んでいってという、そして最後にね、後で、ドアで組んでいくと。ここで完成させたドアが、後の工程に運ばれて組み付けられるということですね。やっぱりドアはね、ない方が室内の作業がやりやすいというのが一つのメリットとなります。ラインの奥の方に向こうにね、縦にライン、ラックが並んでますね。これサプライヤーから来た部品が入っていると、セットパーツ SP ゾーンですね。これが工程に届けられるということですね。それぞれの組み付け工程には一人一人ワゴン台車を使っています。それぞれの工程に必要な形をしていると。なので、工程のその人ごとに必要なものになっているという感じですね。540秒分の作業のものが、一つの台車に入っているということですね。はい、これがワゴンですね。こちらはインパネの組み付けですね。ここのトリムラインが終わると、次に足回りの取り付け工程に入っていきます。そこがこの工場のチャレンジですね。足にこだわっての 1G 締め付けですね。1G の車両の重さを再現するという必要性がここから生まれてきますと。まず内装をここで組んでですね。はい。ウィンドウガラスもこれ手塗りで接着剤を塗って貼ってますね。
ウィンドウをつけた後には、シートですかね。こういうものは本当ね、基本的な工場だったらこれ最後につける、ものだと思うんですが、この車の場合はもう先につけてしまうということで、重量を合わせてるわけですね。そして次の工程で、さっきね、外されて単独で組まれたドアが組まれていると。こうすることで車両としての重量が、ほぼ、完成車と同じ状態になるということで、この状態から足回りをつけていくということなんですね。組み付けの順番が変わっているということになりますね。で、順番を変えた、組み付けをした車が、赤い車持ち上がってますね。ここセルで組み付けをしています。精度高く組み上げられた車体がここに来ている。足組んでますね。もうラインオフした車でそのままサーキットを走れるというのが目標ですね。前後サスペンションメンバーですね、バネ、などなどは全部測定してるんですね。で、測定したものを、ボディの測定したものとの両方のねマッチングをコンピューターで測って、ベストマッチするパーツがそれぞれの車体に送られると。すごいですね。つまりどの車もアクセルのセンターがイメージ通りになり、車高が左右ばらつきなくアライメントもしっかり出る、ブレーキも左右差がない、そういう車が、つまり本当にラインから出てすぐサーキットを全開で走れるような車が出てくると。これはすごいですね。 GR ヤリスのこの工場の一番の大きな特徴ですね、これね。白い車入ってきましたね。AGV で、ロボットで乗せられて運んできます。いわゆるラインではないわけですね。いや、こんなことをね、もう本当にスーパースポーツカーのメーカーでしかやってないような工程ですよね。これをリフトで持ち上げると AGV が抜けます。そこにまずフロントリアのサスペンションアクセルラッシュを入れて、二重リフトみたいなところでかけて、そのアクセル関係が入っていく。ここで前方出ししながら組んでいくということですね。その3工程分の仕事がここで例えば1個で行われる、フロントとリアのアクセル、あとはエンジン周りかなという3つをいっぺんにやるということで、作業時間の短縮にもなりますし、精度の、担保ができるということですね。もうこの車のために集まっていたパーツが、用意されて、ここから組み付けに入る。ちなみに今人が多く見えるのは来週からの二直化に備えてのもので、実際にはこの半分の人数でやってるということですね。そして、この後に組み付けられたものがタイヤが付けられて、そのままね、この4
四輪がねもうそのまま持ち上げられるそうです。その後にブレース類がきちんと締めていかれると。そこで、つまり、タイヤが設置した状態で 1G になるので、そこで締め付けると。奥の白い車はフロントアクセルアッシーが入るところかな。運ばれてきて位置合わせして、ジグではめられるという形ですね。ドライブシャフトがつなげられてますね。これですね。前後のドラ車がつながりました。なぜでしょう。なんかいいものを見た感じがしますね。上にあるもんね。今ね、インパクトで締めた後で手でトルク管理してるんですね。これ奥のねドライブシャフトのあたりですね。でさらにね、今前の車下がったんで見えてきましたけども、リアのアクセルも組み付けしてますよね。各人がタブレットを持っていて、終わった作業は全部完了というふうに入れていくそうです。でこれは品質管理にもつながっているそうですね。はい、車上下がってきましたね。いよいよマリアージュ的なことが起きてますね。はい、映りました。ここもうね出口ですね。この奥で、ガソリンを入れて車は出ていくという感じですね。いやーこれは本当に世界のスーパースポーツカーメーカーがやってるような生産方式をこの台数規模でね、少なくとも年間2万5000というような台数規模でやると素晴らしいですね。というわけで次は検査工程に行きます。はい、ガソリンを入れた後液物を入れて ECU の書き込みを行う。そして最後に理想の確認というのでこれが検査工程ですね。
が偽装の確認、そしてここは回転するようになってますね。はい。本来であればこの奥から入ってきた、偽装のチェックから来た車が、奥のねアライメントチェックのところに行くんですが、はい、これ実はねハンドルを切ると、ブッシュにヒスを残しちゃうので、アライメントをしっかりしたものを出すためにここでターンテーブルで車の向きを変えると、なんということでしょうか。ここも、5メートル正位相と反位相の波状路、これね、正位相反位相を繰り返すことで必須を取り除ける 90% かな、取り除けるそうです。なんてこだわってるんですね。そして最後にこのアライメント、そしてハブのセンターを出していると。はい、ここですね。はい、こうやって入れることで必須が取れると。アライメントは1回出してからちょっと、2度測りをしてると。1回閉めただけだと必須が残るので何度か測る、2度ないし3度測ってから出荷に持っていくということです。左ハンドル仕様ですね。はい、この辺りは、後軸チェックなどですかね。最後にここで輪重、4輪の輪重とハブセンター車高を測ると。これで、全てのマッチングを取って車は出ていくということのようです。車出てこないですけどね。いや、すごいこだわり、びっくりしちゃいましたね。非常に難しかったのは技術云々よりかも人の心だったと言います。いろんなねセクショナリズムではないですけどね、そういうところを排していい車を作るぞと、森蔵さんの思いに応える車をね作るんだぞというところに心を向けていくのが大変だったと。でもそれはね実現できてますよね。すごい向上を見ましたね。はい、車が出てきました。この工程見たらね、この瞬間がなんかすごいものが出てきたように見えちゃいますね。そして購入を考えている人はもう最後の後押しになることは間違いないですね。